回は夏にぴったりな質問、生クリームなしでもアイスは作れる？についてお答えしていきたいと思います。安く手に入るホイップで代用しても問題ない？カロリーを抑えたいから牛乳だけで作りたいなんて方もいるのではないでしょうか。そこで今回は基本のアイスの作り方を丁寧にお伝えしながら、生クリームを別のものに代用したり、生クリームなしで作るとどのような違いが出るのかを検証していきたいと思います。それでは実験スタートです。基本のアイスクリームのレシピの紹介です。今回は生クリームと牛乳で作る基本のアイスクリームと一緒に、植物性のホイップと牛乳、植物性のホイップと豆乳、牛乳のみ、豆乳のみの5種類を作り比べて、見た目や食感がどう変わるのかを検証していきたいと思います。まず鍋に牛乳を入れます。沸騰直前まで温めます。牛乳は沸騰させると分離してしまうので注意しましょう。ボウルに卵黄と砂糖を入れ、泡立て器で混ぜます。砂糖が卵黄の水分を吸ってダマになってしまうので、砂糖を加えたらすぐに混ぜましょう。このくらい白っぽくなるまで混ぜましょう。ここでしっかり空気を含ませることで滑らかなアイスクリームに仕上がります。先ほどの温めた牛乳を2回に分けて加えます。その都度ゆっくり混ぜ合わせます。鍋に戻し、バニラオイルを加えます。ゆるいとろみがつくまで弱火で加熱します。この時鍋底が焦げないようゴムベラで混ぜながら行ってください。また沸騰しないように気をつけましょう。火から下ろし、氷水に当てて混ぜながら冷やします。この後合わせる生クリームと分離しないようよく冷やすのがポイントです。その間に別のボウルを氷水に当てて生クリームを入れます。ハンドミキサーで泡立てて7分立てにします。よく冷やした牛乳と卵液を2回に分けて加えてよく混ぜ合わせます。しっかり混ざったら完成です。ホイップクリームと牛乳でも同様に作っていきます。生クリームに比べると色が白っぽく泡立ちにくいですね。牛乳と混ぜると先ほどのものと比べて白っぽくなりました。次は牛乳を豆乳に変えて作っていきます。豆乳も牛乳同様、沸騰させないように加熱します。あとは同じように作っていきます。続いて牛乳だけでも同様に作っていきます。牛乳は乳脂肪分が低く泡立てられないので 200cc 鍋に入れて加熱していきます。加熱した牛乳を卵黄と砂糖のボウルに加えたら鍋に戻して加熱します。とろみがあまりついていませんが、これ以上加熱すると分離する恐れがあるので、このくらいで火から下ろして氷水で冷やします。豆乳だけでも同様に作っていきます。豆乳は牛乳に比べるとこの時点でもかなり色が違いますね。冷凍庫で4時間以上途中で混ぜながら冷やし固めていきます。冷やしている合間にこまめに空気を含ませるように混ぜ合わせると滑らかな食感のアイスになりますよ。はい、4時間後すべてのアイスクリームが固まりました。こちらから生クリームと牛乳の基本のアイスクリーム、ホイップと牛乳、ホイップと豆乳、牛乳のみ、豆乳のみのアイスクリームです。それでは比較していきましょう。基本のアイスクリームはスプーンを入れるとねっとりと重たく感じました。濃厚な味わいが口いっぱいに広がり、口どけも滑らかです。ホイップと牛乳はスプーンですくうと生クリームと同じようにねっとりしていましたが、食感は少しシャリッとしていました。先ほどよりも軽くあっさりとした口どけです。ホイップと豆乳はスプーンですくった感じはホイップと牛乳と同じぐらいのクリーミーさ。口に入れた瞬間はシャリッとしているように感じましたが、滑らかに溶けていきました。牛乳のみはアイスクリームよりかはシャーベットに近い食感でした。
肪分が少なく水分が多いせいか食感もシャリッとしています。甘さ控えめですっきりとした後味でした。豆乳のみは仕上がりの色が最も濃く黄色く仕上がりました。表面が牛乳のみのものと同じくシャーベット状です。大豆の香りが強いので牛乳のみのものよりもコクを感じました。実はこのような結果になる理由として生クリームとホイップクリームの材料の違いが大きいんです。生クリームは牛乳に含まれる乳脂肪を凝縮したものです。一般的に生クリームと呼ばれるのは乳脂肪分の含有率が 18% 以上で牛乳以外の成分を一切含まないものです。乳脂肪分の割合が高いほどコク、硬さ、分離のしやすさなどが強くなります。植物性油脂を主原料として作られるクリームです。さっぱりとした味わいでだりにくく作業しやすいのが特徴です。比較的安価で手に入ります。牛乳と豆乳で差が出たのも同じように動物性と植物性の違いによるものです。牛乳は名前の通り動物性ですが、豆乳は大豆から作られている植物性の飲料になります。豆乳は牛乳より低エネルギー、低脂質、低糖質でコレステロールを含みません。その分さっぱりとした味わいのためアイスに使うとこのような結果になったのではないかと考えられます。このことから植物性のものを使用すると動物性のものと比べてあっさりとした味わいに仕上がることがわかります。ちなみに今回の結果を表にまとめるとこのような感じです。一番コクや濃厚さを感じるのはやはり生クリームと牛乳で作った基本のアイスクリームでした。豆乳と牛乳で作ったアイスは残念ながらアイスクリームとは程遠い仕上がりに。実はこの2つのアイスはアイスクリームの定義から外れてしまっているんですね。アイスクリームは乳固形分 15% 以上、うち乳脂肪分 8% 以上のものに限られます。なので今回ホイップと牛乳で作ったものと牛乳のみで作ったものはアイスミルク、ホイップと豆乳で作ったものと豆乳のみで作ったものは評価になります。はい、ということで検証の結果、生クリームなしでもアイスは作れますがアイスクリームではなくなってしまうということが分かりました。カロリーを抑えたいと思ってホイップや豆乳で代用すると美味しく仕上げることはできますが、コクや滑らかさはアイスクリームとは別物になってしまいます。牛乳や豆乳のみで作った時に物足りなさを感じるようであれば蜂蜜や練乳などを加えて風味を足してみるといいかもしれませんね。今回動画では紹介していませんが、クリームには他にも乳脂肪の割合が低いものやコンパウンドクリームなどがあります。これらで作ってみるとまた違う結果になってくるかもしれません。皆さんも今回の動画を参考にぜひ自分好みのスイーツを作ってみてくださいね。お菓子作りに関する質問や検証してほしいことがあればぜひコメント欄に記入してください。